10月4日、メタクエスト向けの VR 映画、機動戦士ガンダム、銀界の幻影が発売されました。メタクエストといえば、360度のバーチャル空間で、様々な体験ができるという代物。それぞれの作品の世界の没入感が味わえます。そんなメタクエストで、今回発売された銀界の幻影を実際にプレイしたところ、ガンダムの世界を深く味わえる面白い作品になっていました。今回は、そんな銀界の幻影は、どんな作品なのか、そしてまだ持っていない人は買うべきか、レビューしていきたいと思います。本作は宇宙世紀0096を舞台に、非公式の傭兵組織アージェントキールの一員としてデルタザインに登場して戦う物語です。0096といえば、映画逆襲のシャアでアムロがシャアのアクシズ地球落下を阻止して3年後の世界。シャアがいなくなったネオジオンは残党として各地に散らばっており、ガンダムユニコーンでは同じ0096にフルフロンタルがジオン残党集団である袖付きを率いて戦いを繰り広げています。そんな世界情勢の中、アージェントキールは連邦軍から極秘任務としてジオンと内通する連邦の高官アザミ・メギンレの暗殺を依頼されますが、なぜか連邦軍のジェガン部隊の襲撃を受けるところから物語がスタートします。なお、アージェントキールのモビルスーツとしてザク2ヤジムが登場するのですが、見た目は0079に活躍したザクヤジムと同じにもかかわらず、近代化改修によって性能は最新鋭機のジェガンやギラ動画に匹敵するとホームページの機体紹介に書かれていることから、これさえ言ってしまえばどんな旧式も新型と同じになってしまうということで、アージェントキール構文というネタが生まれ、 SNS で様々な意見が巻き起こっています。そんな本作ですが、ゲームを立ち上げるとパイロット自身の部屋でコンソールが立ち上がります。ゲームモードはストーリーモード、 MR バトル、 MR ギャラリーの3つ。まずストーリーモードはその名の通り、アージェントキールの一員としてストーリーを進めていきます。本作はゲームというと少し語弊があり、その魅力はガンダムの世界がまるで現実になったかのように体感できるという点にあると思います。ストーリーモードでは冒頭の演出の後、突然連邦軍の襲撃を受けて自分の部屋から出てくるところから始まるのですが、自分でリフトグリップを握って移動します。動画だと皆様の目に映る画面上の映像しかなく、立体的に見えるわけではないので、その臨場感を伝えるのが難しいのですが、360度どこを向いてもその空間が広がっているので、アニメで見たガンダムの世界に飛び込んだ気分が味わえます。ちなみに本作のハロは上手に主人公を元気づけてくれるセリフを言ってくれたりするので、個人的には歴代ハロの中でもかなり優秀だと思います。モビルスーツデッキに向かう途中ではエレベーターに乗ってヤクトガイゼのパイロットであるバビアと会話するシーンがあるのですが、ここでは左腕のセンサーを押してエレベーターのロック解除を行うといった行動を取れるので、実際にボタンを押すというのを体感できるチュートリアルのようなものになっています。そしてモビルスーツデッキに到着。ここからがガンダム好きであれば特に本作で興奮するであろうポイントの一つです。ワイヤーガンを使ってモビルスーツデッキを移動することができるようになっています。ワイヤーガンは手を離すとふわっと浮くようになっているので、本当に宇宙空間にいるような感覚を味わえるようになっていて、表示されるカーソルに向かってワイヤーガンを射出するとその場所に移動できます。デルタザインのコックピットに行けばストーリーが進むのですが、面白いことに甲板の先端に行って宇宙空間を見渡せるようになっているので、ゴーグルをつけているとまるで本当に自分が宇宙にいるかのような気分が味わえたりするようになっています。またヤクトガイゼの足元とか肩に乗ったりということもできるので、実物大のモビルスーツを体感できるのも面白いところです。次にデルタザインのコックピットに行くと出撃シーケンスがあります。ここでは目でパイロット認証をしているのか、左右それぞれの目で一定時間画面を見るとコンソールが立ち上がります。またコンソールの高さや奥行きを調整できたりするので、まさしくコックピットを体感できるのが面白いところ。出撃も VR ならではの立体感を味わえるので、本当にモビルスーツのパイロットになったような体験ができます。出撃後は襲撃してきたジェガンとの戦闘になります。こちらでは顔を動かして敵にカーソルを合わせたり、右腕を引いたり押したりするとライフルで攻撃やリロード、
それからビームサーベルで切るという動作です。ビームサーベルで切るあたりの動きは、戦場の絆をプレイしていた方だと、イメージしやすいかもしれません。レバーを押し出すと、自動で一定距離に踏み込んで攻撃する感じになっています。また、左手のレバーを前に押し出すと、シールドを構えるようになっています。戦闘シーンでの操作としては、顔でロック位置を変えて、両腕で、ライフルやサーベルとシールドを使うというシンプルな構成なので、ゲーム慣れしていない人でも簡単にできるようになっています。ジェガンを倒した後は、ベルタザインは、ヤクトガイゼとともにメギンネを倒しに行くことになるのですが、ここでは、変形したベルタザインの上にヤクトガイゼを乗せるために、レーザーサーチャーを合わせるといったシーンがあります。機体の位置を合わせるというシンプルな内容ですが、これも VR ならではの面白さがあります。相対速度を合わせて、磁気の上にヤクトガイゼが重なるようにするときに、全編周囲モニタだからこそ、真上に機体がやってくるのを感じられます。ドッキングシーケンスの体験は今までのゲームではなかったのではないでしょうか。そして、移動中は回想シーンがあるのですが、ムービーで、約11年前のグリプス戦役時の過去回想が行われるほか、アムロがアクシズを押し返そうとするシーンがあります。本作の主人公は、アクシズを押し返そうとしたジェガンのパイロットの一人とされているので、アクシズショックを体感できるようになっています。モビルスーツが小粒にも見えるほど、大きなアクシズに取り付いて押そうとするのが、いかに無茶なことなのかを体感できるのが面白いところです。飛ばされた仲間を助けようと動く展開もあるので、爆走している機体もいる危険な状況というのが伝わってきます。他にも、デブリが機体に引っかかってしまい、それを取り除くために、背中のランドムーバーという噴射装置を起動して各部まで移動して、ピストルでデブリを破壊するといったミッションもあります。この時は、宇宙空間に出て、機体の周囲を動き回るので、ここでも実物大のモビルスーツを体感できます。会話しているシーンでも常に全方位見渡せるので、コックピットが全天周囲モニタということもあって、広大な宇宙空間を画面全体で体感できるのが素晴らしいところ。ストーリー全体としてはシンプルで、メギンネを追った先でジオン残党と戦って、サイコフレームとニュータイプにまつわる話が出てくるといった物語。操作方法もシンプルなので、特に深いゲーム性を感じる箇所はありませんでした。ただ、本作の魅力は、何といっても、ガンダムの世界を体で感じられるところなのではないかと思います。艦艇内での移動、等身大のモビルスーツの迫力、そして実際に自分でそこまで移動して乗るという体験。発進シーケンスと出撃シーン。全天周囲モニタを生かした宇宙空間でのモビルスーツの操縦。こういったところは VR ゴーグルでしか体験できない面白い試みなのではないかと思います。次に、ストーリーモードの他には MR バトルと MR ギャラリーがあります。これは自分の部屋にモビルスーツを映し出して鑑賞したり、モビルスーツを手に取って戦闘を楽しめるというもので、デルタザインのようなストーリーモードに登場する機体だけではなく、ファーストガンダムやジオングのような初代機動戦士ガンダムの一部の機体や、ニューガンダムにサザビー、そしてユニコーンガンダムペルフェクティビリティといった機体を触ることができます。MR バトルでは、機体を手に取って空中に浮かび上がる他の機体の攻撃を回避しながら攻撃を当てて撃破していくというミニゲームになっています。まるで自分のガンプラを手に取って戦うような感覚を味わえるという面白い試みになっています。総評としては、ゲームではなく VR 映画と謳われている作品だけあって、ゲーム要素はそんなに多くありませんでしたが、ゲームとしてではなく、ガンダムの世界を体感するという点では、非常に面白い試みなのではないでしょうか。ただ、操作性には、まだまだ改善の必要性があると思いました。というのは、コックピットでは、左右の手をスライドさせて操縦するのですが、右手を前にスライドして攻撃、後ろにスライドしてリロード、左手を前にスライドさせてシールドという動きです。ただ、これは、自分の手を空中で動かすと反応するだけで、スライドさせすぎると、バイブが働いて異常検知してくれるとか、そういった機能がないので、手を動かしすぎて、操縦桿の位置から手がずれてしまうことが結構ありました。その結果、シールドを出そうとして手を動かしているのに、操縦桿の方を見たら、手がずれて、操縦桿から手を離してしまっているので、シールドを構えてくれないとか、ライフルを撃ってくれないということが多くありました。なので、トリガーボタンを使えるようにオプション設定機能が欲しかったです。
また、ターゲットに視点を合わせるには、自分の首を動かして、ターゲットの方向を向くようになっているのですが、ガンダムの操縦で、ターゲットに銃口を向けるのに、自分の顔をそっちに向けるというのは違和感がありました。メタクエストには、ぐりぐり回せるアナログスティックがついているので、これも、オプションで操作方法を変更できる仕様だったら、なお良かったと思います。また、全方向が見渡せるので、一人称視点だと没入感が素晴らしいのですが、物語が進む間も好きな方向を向ける割に自分の視点の位置がどんどん切り替わっていきます。なので、キャラが正面で会話している時に横の宇宙を眺めているとすぐに次の視点に切り替わって別の位置から見渡すことになるといったのが繰り返されてしまって、ストーリーを楽しみながら宇宙を眺めるみたいなことができないのが惜しかったです。もっと視点位置を固定してキャラクターが会話している時に宇宙を眺めたら、実はサイコフレームの切れ端が落ちているとか、ちょっとした探索要素があるとさらに良かったのではないかと思います。あとは格付きでしょうか。私はメタクエスト2でプレイしていて、2でもプレイ可能とされていますが、プレイ中にフリーズしてしまって、メタクエストのトップ画面に戻ることができないことが何度もありました。これからプレイしてみたいという方は、メタクエスト3か、10月15日発売のメタクエスト 3S でプレイする方が良いと思われます。このように、色々と課題を感じるものの、ここまで、ガンダムの世界に没入できることは素晴らしいと思いますし、今後の展開に可能性を感じる作品だと思いました。メタクエストをまだ持っていない人からすれば、値段が高いので手を出しにくいかもしれませんが、ガンダムの世界に没入できるという点では、十分価値があると思います。ちなみに、メタクエスト3は81,400円と高価ですが、10月15日発売のメタクエスト 3S は48,400円と3万円ほど安くなります。レンズとディスプレイが異なるので、3よりも視野角が少し狭かったり、画質が少し下がるなどの違いはありますが、メモリやプロセッサは3と同じなので、スペック的にはプレイしやすいのではないでしょうか。ちなみに、レンタルをやっている業者もあって、ストーリーモードは2時間ほどでクリアできるので、購入するには値段が高いと感じる方は、2、3日レンタルしてみるのも一つの手だと思います。概要欄にリンクを貼っておきますので、興味のある方はぜひご覧ください。余談ですが、本作のエンディングは3種類あるようです。ただ、メインメニューでクリアしたチャプターは、後で選ぶことができるようになっているのですが、すべてのパターンをクリアしても、チャプター17までしか解放されず、チャプター18が選択できない状態になります。海外の SNS なども含めていろいろ調べてみたのですが、すべてをコンプリートしても何をしても、チャプター18を解放できないため、ネットを見る限り、チャプター18を解放できた人はまだいないようです。もしかしたら、まだ誰も発見できていない真のエンディングがあるのかもしれません。今回は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければ、もう一本、動画を見ていただければ、とても嬉しいです。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。